折り紙で簡単に作れる、ぷっくりとしたチューリップの花ですね。こちらの作り方を、ご紹介していきます。それでは作っていきます。まずは折り紙を半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。半分に折ったら今度は三角に半分に折ります。三角に半分に折ったらこれに下書きを書きます。フリーハンドで書いていただいてもいいのですが、目安としてはこちら。長さの方は 7.5 センチ。横の方が 2.7 か 2.8 センチぐらいに印をつけてください。この印はあくまで目安ですので、この目安に沿って雫のような、水の雫のような形を描いていってください。こんな感じで描きました。横の印の位置よりもずれてますが、横幅だいたいこれぐらいだなっていう感じで下書きを描いてください。あとはこれをハサミで切ります。ハサミで切りましたら、これを広げて、そして下の部分、真ん中の折り筋のところ、ここをですね、2センチほど切れ込みを入れます。切れ込みを入れましたら、これをばらします。同じ紙が4枚出来上がります。そのうちの2枚が谷折りになってます。使用する枚数は今回3枚で作りますが、4枚でも大丈夫です。お好みの枚数で作ってみてください。そしたらこのうちの1枚がですね、谷折りになってますんで、これを山折りに変えます。次にこれを裏返して、切れ込みを入れた片方、辺の部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら下の部分、ボンドを塗った側を上にしつつ、1センチほど重ねて、貼り付けます。そうすると切った部分がぷっくりと、膨らむような形になります。これを残りの2枚も同じように貼り付けてください。残り2枚も同じように貼り付けたら、次はこの出っ張っている頂点のところから、下の辺の真ん中あたり、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗ったらもう1枚同じようなところを貼り付けます。この時に横の方はできる限り合わせて、そして上の方をこのようにずらします。裏側で見るとこんな感じになってます。ボンドが貼り付いたら、残りの1枚も同じところにボンドを塗って、そして裏側に貼り付けます。最後に貼り付けたものが真ん中かややどちらかにずれているかぐらいの位置で貼り付けてください。これで花の部分が完成しました。次は茎と葉っぱの方を作っていきます。まずは茎の方から作っていきます。この折り紙を縦に半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚をさらに半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚を使います。この折り紙を横にして、そして裏返します。裏返したら半分に折ります。折ったら開いて、今つけた折り筋に向けて下の部分を折ります。折ったら上下を反転させ、反対側も同じように真ん中に向けて折ります。折ったら上でも下でもどちらでもいいので、下の辺あたりに、ボンドまたは糊を点でいいので、つけていきます。ボンドを塗ったらこれを半分に折って貼り付けます。これで茎の部分が完成しました。次は葉っぱの方を作っていきます。まずはこの折り紙を半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。折ったら向きを変えて、これに下書きを書きます。折れ目側の方ですね。こちらに下書きを書いていきます。上の方はなみなみに書いて、下を丸くするような感じでいいかと思います。フリーハンドで書いていただいて大丈夫です。長さの方や幅の方はお好みで書いてください。そしてあとはこれをハサミで切ります。ハサミで切りましたらこれを広げます。そうするとこのような形のものが出来上がります。あとは1枚が山折り、1枚が谷折りですので、これを山折りに変えてください。あとは作ったものを貼り付けていきます。まずは茎からやっていきます。片方
端の1センチあたりのところ、ここをまず軽く折ります。折ったら、この折った部分をこのように曲げます。こんな感じです。曲げたら、この部分にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、花の裏の方にボンドを塗った部分を貼り付けます。貼り付ける際は、花と茎の角度が大きくずれてないように、曲がっていないかを確認してください。次は葉っぱの方ですが、葉っぱは、半分に折っている状態で、貼り付けます。葉っぱを貼り付ける際に、チューリップの全体の長さ、大きさをどれぐらいにするかを決めてください。決めた際に、下の余分なところ、余分な部分ですね。ここを、ハサミで切ってください。ハサミで切ったら、表と裏の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら葉っぱを貼り付けます。貼り付ける際の角度についてはお好みの角度で、貼ってみてください。1枚貼ったらまたこの上にボンドを塗ります。裏の方にも同じようにボンドを塗ります。塗ったら表にして、そしてもう1枚を貼り付けて、下の方は今回尖らせるように貼り付けました。これでチューリップの花の完成になります。チューリップの花にもいろんな色がありますので、お好みの色紙を使って作ってみてください。さらに、茎と葉っぱの色ですが、今回は黄緑色でご紹介しましたが、緑色の折り紙を一緒に作ることによって、色の違いができますので、たくさん飾った時に、奥行きもできますし、見た目もより華やかになるかなと思います。お好みでやってみてください。それでは今回は折り紙で作る簡単なチューリップの花の作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。